どうもミスターベルです。高性能なゲーミング PC を持っていなくても PCVR ゲームが遊べる、そんな時代がついに始まります。バルブが正式発表した Steam フレームは PC 向けの Steam ゲームが VR ヘッドセット単体だけで遊べる革命的なデバイスです。これまでクエスト3のようなスタンドアロン型は PC 接続なしでは専用ストアのゲームしか遊べませんでした。しかし Steam フレームは違います。Steam にある PC 専用ゲームがスタンドアロンでプレイできます。つまり Steam にある多くの PC 専用の紳士向けゲームも Steam フレームだけで遊べるわけです。これは革命と言わざるを得ません。この機種は長い間バルブインデックス2としてデッカードというコードネームで噂されていた注目のデバイスでもあります。それではこれまでとは一線を画す機能を備えた Steam フレームについて詳しく見ていきましょう。まずは基本スペックから見ていきます。Steam フレームはスナップドラゴン8 Gen 3を搭載したスタンドアロン型 VR ヘッドセットです。これはクエスト3に搭載されている XR2 Gen 2よりも1世代新しいチップで GPU 性能は 25% 以上高くなっています。解像度は片目あたり 2160×2160、 リフレッシュレートは 72Hz から 120Hz まで対応し、実験モードでは 144Hz も選択できます。視野角は水平垂直ともに110度、パンケーキレンズを採用しています。特徴的なのがモジューラー設計を採用している点です。本体とヘッドストラップが分離できる構造になっており、好みのストラップに交換したり将来的なアップグレードに対応できるようになっています。ヘッドストラップを装着した状態での重量は 440g、 本体部分だけなら 185g と非常に軽量です。ラムは 16GB、 ストレージは 256GB と 1TB の2つのモデルが用意され、マイクロ SD カードでの拡張にも対応しています。次にコントローラーについても見ていきましょう。コントローラーは VR ゲームと通常の PC ゲーム両方に対応した設計になっています。右コントローラーには A、B、X、Y ボタン、左コントローラーには十字キーが配置され、両方にアナログスティックとトリガー、バンパーが搭載されています。つまり通常のゲームパッドと同じ入力も可能です。また TMR 磁気サムスティックを採用しており、バルブインデックスコントローラーで問題になったドリフトへの耐性が大幅に向上しています。静電容量式フィンガートラッキングも搭載され、単3電池1本で約40時間駆動します。接続性や拡張性についても注目すべき点があります。まず Wi-Fi7 対応、Bluetooth 5.3 を搭載しています。デュアルバンド構成により音声、映像用と通信用で帯域を分けることで安定した接続を実現しています。 PCVR ストリーミング用には 6GHz 専用ワイヤレスアダプターが付属します。アイトラッキングも搭載されており、 PCVR ストリーミング時には中心化ストリーミングという新機能で、見ている部分だけ高画質で送信することで画質と帯域を10倍以上向上させています。ただしカラーパススルーには対応しておらず、モノクロパススルーのみです。ハンドトラッキングにも非対応です。一方でフロント拡張ポートが搭載されており、将来的にカラーカメラなどのアクセサリーを追加できる可能性があります。すでにアップロード VR から実機体験の記事が公開されており、かなり好意的な評価が出ています。特に注目されているのが軽量さとバランスの良さです。モジューラー設計により後部にバッテリーを配置したストラップでバランスをとっているため、長時間着用しても疲れにくいとのことです。パンケーキレンズの視野全体での鮮明さも高い評価を受けています。トラッキング性能についても4つのモノクロカメラによるインサイドアウト方式でベースステーション不要ながら十分な精度を実現しているようです。暗い環境でも赤外線照明により安定したトラッキングが可能です。さてここからが本題です。Steam フレームが本当に革命的なのはスペックではありません。これまでの VR ヘッドセットとは全く異なるある仕組みにあります。Steam フレームの最大の特徴は SteamOS3 を搭載していることです。 SteamOS3 は Steam Deck でも採用されている OS で、 PC 用のゲームを動かすための技術が組み込まれています。プロトンと FEX という互換技術を使うことで PC 用の Windows ゲームをそのまま動かせます。つまりこれは単なる VR ヘッドセットではなく PC のような技術を持つデバイスと言えます。そのため VR 対応タイトルも非 VR タイトルも PC と一切接続することなく両方プレイできます。例えば VR チャットの PC 専用ワールドやスカイリム VR、 ハーフライフアリックスといった PCVR 専用タイトルも動作する可能性があります。そして Steam にある
多くの紳士向けタイトルもスタンドアローンでプレイできる選択肢が出てくるわけです。自分が販売中のミスター秘密侵入 VR ではもっちりシェーダーという物理演算技術を使っていますが、 PCVR ではより高品質な表現が可能だったりします。つまりこういった PC 版のリッチな表現が Steam フレームならスタンドアロンで体験できる可能性があります。ただしこれらが快適に動作するかは未知数です。通常の PC ゲームではハデス2が 1440p90Hz で動作したようです。またベリファイドプログラムで動作確認されたゲームであれば十分快適にプレイできます。クエスト版では実現できなかった PC 版ならではの体験がスタンドアロンで体験できる可能性が出てきたことは大きな前進です。クエストのような専用ストアの制限なく VR ゲーム、通常の PC ゲーム、そして紳士向けタイトルも含めた Steam の膨大なライブラリにアクセスできるようになります。もちろん PC を持っている場合は PC ストリーミング機能を使って Steam ライブラリ全体をプレイできることもできます。 Steam フレーム1台買えば多くのゲームが遊べるとなればゲーム機として選ばれる可能性も高まりますよね。通常のエロゲユーザーもこれを手に取る可能性が高まるというわけです。結果 VR ユーザーも増え VR エロゲも増える。これはいい循環しか見えてきません。 Steam フレームは2026年初頭の発売予定です。価格はまだ未定ですが Valve インデックスの1000ドルより安価を目指すとされています。皆さんは Steam フレームで何を期待していますでしょうか。 VR チャットの PC 専用ワールド、ハーフライフアリックスのような対策タイトル、それとも PCVR の DMM プレイヤーでしょうか。DMM プレイヤーはさすがに PCVR でもスタンドアロンでも性能大差ないですので、やっぱり紳士向けゲームですかね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。良い VR ライフを。デジタルの夢の続き Mr. VR saying goodbye でもこれはさよならじゃない See you in the next stream 新しい冒険が待ってる Thank you for watching tonight また一緒にダイブしよう